パレード木之内治と申します。店始める当時プリンスのねパレードっていうアルバムがねとってもヒットした時で、アメリカのね60年代の CD の復刻ブームなんかでパレードっていうグループがねちょっと注目されたりとか、あと山下達郎さんでねパレードっていう曲があったりしたんで、賑やかそうな名前でいいかなっていう。小学生の頃グループサウンズなんかがね流行ってて、ブルーコメッツのレコードを買ったのが最初かもしれないですね。高校に入ってそういうレコード聴くクラスメートが多くって、当時ねカットアウト版がかなりね出回った頃で、ミュージックマガジンとかね見ると広告がね毎月ね載ってましてね、それで買いに行く友達に僕にもちょっと1枚買ってきてよみたいな感じで、キングクリムゾンのねレッドを1380円だったかで買ってきてもらって、それで聞いたのが本格的にというかねレコード聴くようになった最初でしたかね。大学行く途中にタイムさんっていう中古レコード屋さんがあって、毎日のようにね通ったりしてたんですけど、欲しいレコードはねたくさんあったけど買える枚数ってね限られますんでね、そういうところを安く買えるんでね。タイムさん45坪ぐらいの小さいお店だったんですけれども、移転するっていう張り紙が出たんで、アルバイトでね雇ってもらえませんかみたいなことを聞いたら、当時まだね中古レコード店ってそんなに一般的でもなくってね、こういうちょっと変わった商売なんでねアルバイトは取らないんだっつって、やるんだったら正社員として雇うつもりなんだけど、君やるかいみたいな風に言われて、じゃあやりますみたいな。パレードさんは89年に帰ってるんですけれども、10年くらいタイムさんで。そうですね、社長さんが、こういう商売はね勤めるんじゃなくてね自分でやんなきゃダメなんだよって10年間やってくれれば独立ということで協力するからっていう、そういう契約のような形でね、もう最初から10年という形で入ったんですよね。動線がやっぱりいいかなとは思って、新宿から吉祥寺ぐらいの間でね店をね探したんですけどね、当時バブルの時代でとても家賃も高かったし、物件自体もあんまりなくって、それで吉祥寺のもっと西側で三鷹を探して、このね店の物件があったんで、社長さんにもね見ていただいてもらって、いいんじゃないかっていう形で決めました。とても落ち着いたね街だし、レコードとかね本とかそういうものを好まれる方もねとっても多いんじゃないかなと思います。吉祥寺が隣ですけど、70年代フォークのね文化っていうのはね、やっぱり阿佐ヶ谷のねジャズもねあれだし、とってもその辺の音楽とかね文化の匂いはね強い地域だと思いますね。言ってしまえばね、そんなに需要がないようなものでもねできるだけね扱うようにというのはありましたですね。最初はプログレとかロックばっかりだったんですけど、タイムさんにねで勤めるようになって、もうオールジャンルじゃないですか。いろんなものがね扱うんだけども、それぞれのジャンルでね買っていく方がおられて、これいいんだよねとかね、あれ良かったんだよねなんて言われて、聞いてみるとね確かにねそれぞれですね面白さがあるんでね。タイムさんでお世話になった頃はね、CD は影も形もなかったんですけどもね、あっという間にね CD の方にね移行して、それでレコードを処分される方が多かったんで、中古業界がとっても賑わったと思うんですよね。活気があったですよね。一方でやっぱりバブル的なね社会状況もあったと思うんですけどね、基本的には家内と2人でやってました。高田馬場のタイムに勤めてた頃通ってレコードを買っててくれてたのがそもそも付き合いの最初なんですけどね。アルバータ・ハンターとかね、そんなのも聞いててね、ちょっと随分渋いの聞いてるなってびっくりしてましたね。タイムに勤めて5年目で結婚して一緒になって30で独立したんですけどもね、おかげでやってこれましたみたいな感じですね。綺麗にクリーニングしてお店に出すっていうのはね、タイムさんもそうだったんで、それはずっとね続けてやってますね。あそこですね、いつも僕が立ってレコードを吹いてるところですね。タイムさんでお世話になってる時もね、カウンターの左側の左端が僕のスペースだったんですけどね、もうずっとそうですね。自分はね音楽が好きでレコード始めたつもりでねいたですけども、音楽よりもねレコードを吹くのが好きなんじゃないかっていうのはある頃から思うようになって、やっぱ汚れたレコードなんかをね拭いてね、ジャケットもそうですけどもね、綺麗になった時はね嬉しいですね。でちょっと傷があってね張り飛びしちゃうようなレコードもねちょこちょこっと直してねかけて直ったりとかね、ノイズが少なくなったりすると嬉しく感じますね。35年間勤め
続けられてこられた秘訣とはどういうところにあると思いますか？たまたまじゃないですかね。それなりにね頑張ったつもりではいたんですけどもね、友達と話しててね、したら「いや運だよ運」っつって「運が良かっただけだよ」って言われてね、思い返していろいろ考えるとね、ああ確かにそうだなっていうかね、思うようになりました。タイムさんとの出会いをはじめね、三鷹という土地、あとお客様とかね、レコードから CD にね切り替わった時期だったりとか、社会状況のね、そういうタイミングというかね、あれがたまたまハマったんだろうなと思いますね。少しでもね長く続けられればとも思うんですけれどもね、うまくきれいに終わりたいなと思いますね。やっぱ縁があってね集まったレコードや CD なんで。